こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は最近読んだ本を7冊紹介していきます。4月になりました。新しい生活が始まった方も多いかと思います。今回紹介する本の中には、お子さんが入学した人や仕事を始めた人、新しい生活で忙しい時間を過ごしている人におすすめの本もあるので、ぜひ気になる本を見つけてみてください。それでは紹介していきます。まず1冊目は牧目学さんの鴨川ホルモン。この本はよく本屋さんで平積みにしてあってずっと気になっていたんですが、裏のあらすじを見るとね、面白そうとちょっと難しそうを両方感じていたんですが、ようやく手に取りました。読んだことはなくても見かけたことがあるという人も多いかもしれませんね。手に取った結果、私は見事にはまりました。今はホルモンと口にするだけでも叫び出しそうな勢いをぐっとこらえています。そして続編となるスピンオフの作品ホルモン六景と、牧目さんのデビュー作となるこの鴨川ホルモンで小説家になる経緯を綴ったエッセイザ・万有記とべらぼうくんも買うという、いつまでも追いかけていたいほど楽しかったです。この作品は京都大学に入学した主人公の阿部くんが京都清流会という怪しいサークルの新歓コンパで美しい花を持つ女性に一目惚れし、うっかり入会。メンバーは大木ボンドにそっくりの冴えない女の子と日本オタクの帰国子女など、一風変わった個性的な人たちがいたんですね。ただのレジャーサークルだと思っていた清流会は、実はあるものを操り戦わせる謎のホルモンという競技を行うサークルだったんです。恋愛、友情、そして戦いが交錯する青春小説となっています。読み始めはちょっと印象通り小難しい感じもあるんですが、読み進めるごとにちょっと癖のあるその面白さにどんどんのめり込んでいくんです。大学時代の今思うとバカバカしいけど、すごい今青春を送ってるなというその熱さというか暑苦しさというのか、それが伝わってきて、もう楽しそうでいいなと思わせられました。この競技は京都の4つの大学が戦うんですが、私は多分ね、大学受験の前にこれを読んでいたら必死で京都大学に行こうとしていましたね。この作中にはこのホルモンという競技を戦う描写があるんですが、この光景が想像すると結構シュールなんですね。そのシュールさが面白みをまた引き立てています。非現実的で一見バカバカしく見えるけど、当の本人たちはものすごく至って真剣で、そして人としての尊厳がかかっていて、だけど大学生のよくある日常の青春という感じもあって、その絶妙な交わり方がまた引き込まれるんです。これを読み終えてエッセイを読んだんですが、この主人公がね、まさに牧目さんだなと思わせられるんです。そして鴨川ホルモンのスピンオフ短編集でホルモン六景という作品は、この鴨川ホルモンの主要キャラクターたちも出ていて、それとホルモンに関わった人々の恋や友情を描いた6つの物語が収められています。それぞれの物語が独立していながらも
ユーモアたっぷりで、そうつながっているんだという裏話もあって、全体としてホルモンの世界観をより深く楽しめる構成となっています。大学生になった皆さん、勉強はもちろんですが、ちょっとこの作品も読んでみて、目いっぱいバカバカしいけど一生懸命になれる青春を味わってみてください。2冊目も牧目学さんで、かのこちゃんとマドレーヌ夫人。牧目さんの作品で鹿男青荷吉やプリンセス豊臣は映像化で見ていたので、これも読みたいと思っているんですが、まず先に見たことないものをと思ってこちらを手に取りました。単行本が2010年に出版されていて、その年の第143回直木賞の候補作にもなっていたんですね。主人公は小学校1年生の女の子、かのこちゃん。このかのこちゃんには年老いた柴犬の源三郎という愛犬がいて、ゲリラ豪雨が襲ったある日、源三郎の犬小屋に赤虎の猫が逃げ込んできます。後のマドレーヌ夫人と呼ばれる猫ちゃんなんですが、この元気な女の子かのこちゃんの活躍と、気高さのあるマドレーヌ夫人の冒険、この世の不思議、嬉しい出会い、いつか訪れる別れを描いた静かな余韻が心の奥底に染み渡る物語となっています。この作品は猫好きさんや犬好きさん、そして小学生のお子さんを持つ親御さんにもおすすめの作品です。かのこちゃんはどこか大人びたところもあるんですが、まだまだ子供らしさがあふれる女の子で、学校生活や日々のちょっとした事件、友達との関わり方など、自分の小学生の頃がふわっと蘇ってきて、そういうのあったなぁと思いながら、言動の一つ一つに思わず頬が緩みます。日々たくさんのことを吸収していて、見るもの聞くものどれもこれも新鮮で、自分の知識として蓄えようとしている姿とかにもほっこりします。小学1年生の子供たちにとってもういろんなことが初めてで、新しく手にしたり失ったり、その時々の経験や思いがきっとその子というものを形作っていくんだろうなと思わせてくれます。一方のマドレーヌ夫人は気高さを持った猫で、実は外国語を話せるんですね。で、ご近所の猫界では一目置かれる存在で、猫たちはどんな日々を過ごして何を思っているのか、猫界をちょっと覗いたような気分にもなります。そして愛犬の源三郎もね、またすごくいいんですが、それはぜひ読んで感じてほしいと思います。牧目さんらしいユーモアのある筆致で書かれていて、先ほどの鴨川ホルモンやプリンセス豊臣などともまた違った面白さもあって、優しくて温かな物語です。少し寂しくも幸せな心地よい余韻に浸れる一冊でした。今年の1月にはコミックも発売されているんですね。文庫本も217ページと比較的短くてスラスラ読めるので、サクッと楽しめる本を読みたい人にもおすすめです。3冊目は楊双子さんの台湾万有鉄道の2人。日本では2023年に刊行され、2024年に第10回日本翻訳大賞、そして世界的には第75回全米図書賞の翻訳文学部門を受賞されています。とても緻密に構成された本で、
ノンフィクションを読んでいるような印象もあり、歴史的な背景や登場人物の心理が丁寧に描かれていて、単なる旅行記を超えた深い人間ドラマとしての味わいがありました。少しあらすじを紹介します。舞台は1938年の日本統治時代の台湾。主人公は日本から講演のためにやってきた作家青山千鶴子と台湾人の通訳者王千鶴の2人の女性が台湾縦貫鉄道に乗って各地を巡りながら美味しい食事や美しい風景に触れ交流を深めていくという物語です。青山千鶴子さんは結婚のプレッシャーから逃れるために仕事として台湾の旅をしているんですが、美味しい料理を食べることがもう大好きで、底なし沼のような食欲で、朝ドラの主人公みたいな快活でバイタリティのある人なんですね。一方の王千鶴さんは台湾人で、日本語が堪能だけではなく、料理も上手で、静かなんだけど、旅の頼れるパートナーなんです。この動と静のような二人なんですが、会話のテンポの良さは読んでいてとても心地よかったです。千鶴子さんは次第に仕事を超えて仲良くなりたいと思っているんですが、そこには見えない壁というか、心の奥を見せることのない王千鶴さんの姿と、その姿に焦燥感を募らせる千鶴子さんの姿も描かれています。二人の登場人物の心情や表情といった描写がとても繊細で、目の動きとか微笑み方など言葉だけではない感情の表現をふんだんに使って丁寧に表現されています。当時の台湾の複雑な時代背景や生い立ちにも触れられていて、相手のことを思うその気持ちは善意なのかと考えさせられたり、自分の国と相手の国の背景を知らないというのは、その時代を生きていないとはいえ、溝が生じることもあるし、気づかずに踏み荒らしていることもあるのだろうなと考えさせられます。そして作中にたくさん登場する台湾料理の数々も魅力の一つですね。旅行したことがある方や、これから旅行したいなと思っている方は、ぜひチェックしてみてほしい料理ばかりです。私は長崎の出身なんですが、聞き慣れた料理や、実はここから来ていたのかという料理もあって、こんなに身近だったのに本当に何も知らないんだなと思いながら、今回この台湾と日本の歴史に少し触れることができました。この本は台湾の文化や食べ物が好きな人、旅がテーマの物語が好きな人や、歴史や社会の中で揺れ動く人間関係を描いた作品が好きな人におすすめの一冊です。4冊目は中島京子さんの優しい猫。こちら先日読了しました。結構ボリュームのある作品なんですが、思っていた以上の読みやすさで、専門用語などもあるんですが、そこまで難しさを感じずに読めました。とても温かい家族小説で、ずっと気になっていた本だったんですが、今回読んでよかったなという気持ちでいっぱいです。あらすじを紹介します。シングルマザーの保育士みゆきさんが心惹かれたのは8歳年下の自動車整備士のくまさん。出会って好きになってこの人とずっと一緒にいたいと願う。当たり前の幸せが奪われたのは彼がスリランカ出身の外国人だったから。大きな事件に見舞われた小さな家族を
温かく見守るように描く長編小説となっています。物語はみゆきさんの娘でマヤの視点で語り口で綴られているんですね。マヤが小学生から高校生になるまでの時間が流れていて、その時々がマヤ視点で描かれているので、作品の雰囲気や文章が柔らかくて子供らしい視点もあって温かな空気感を感じられます。この作品は家族の絆と社会問題を織り交ぜたストーリーです。温かさのある一方で、在留資格の問題や入管制度といった現代の日本が抱える問題を背景に、それと戦う厳しさや過酷さ、冷酷さも伺えます。私はこの在留資格や入管制度に知識がなく、この本を読みながらマヤと一緒に知っていって、同じように疑問を持ち、その答えをまた読むというように進めていました。作中にはオーバーステイや不法滞在、収容といった言葉が出てきます。入管でのやり取りや権利を勝ち取る裁判の状況なども詳細に書かれているんですね。この裁判ややり取りの問答には息が詰まるような苦しさを覚えました。日本の制度には国を守るためという意図がもちろんあると思うんですが、それでも他国と比べてもその措置の内容は曖昧で、理不尽さや人権を軽視しているという印象も受けてしまいます。そしてこの本を読みながら自分の無関心さを思い知りました。私は勉強のために本を読むということはあまりないんですが、こうして本を読むことで知ることができたことは興味を持ち調べるようにしています。ぜひこの本を読んで同じように知ろうとする人が増えたらいいなと思います。そしてこの作品はそんな日本の問題に立ち向かった小さな家族のとても大きな愛を感じられる一冊です。これまでにも家族小説を何冊か読んできましたが、それともまた違った国籍を超えて国を相手に立ち向かう家族愛情を目いっぱいに感じられる作品でした。5冊目は宮下夏さんの羊と鋼の森。2016年に第154回直木賞の候補作となり、第13回本屋大賞を受賞されています。映画にもなっているので、見た方も多いかもしれないですね。ピアノというと、ピアニストを題材とした物語を思い浮かべそうなんですが、今回は調律師に焦点を当てた作品ということで、また知らない世界を見れるなぁとワクワクしながら読みました。主人公は北海道の田舎で育った外村直樹。ある日学校の体育館で偶然ピアノ調律師が調律する音色に心を奪われます。その美しい音に導かれるように、この外村はピアノ調律師を目指すことを決意。高校卒業後、偶然出会った調律師さんの紹介を受けて、調律師への道へと進みます。先輩調律師や双子の姉妹ピアニストなど、多くの人との出会いの中で、調律師としても人としても成長していく姿が描かれています。登場人物たちの皆さんがとても魅力的でした。作者の宮下さんはインタビューで、才能ある人ばかりじゃない小説を書きたかったとお話しされていて、主人公の外村くんは内気で不器用、どちらかというと華やかな才能に
恵まれているタイプではないんですね。でもだからこそ彼の真面目さやひたむきにコツコツと努力を続け、悩み迷いながらも本当に好きなものに向かって一歩ずつ歩んでいく姿に共感すると同時に応援したくもなりました。この外村くんの憧れの人で、ベテラン調律師虎杖さんは穏やかで温かくて、外村くんの人生の指針を示してくれるような存在なんです。先輩は厳しくも面倒見がよく、仕事への誠実さを教えてくれます。そしてピアニストの双子姉妹との交流を通じて、外村くんは音楽の奥深さや調律師としての厳しさややりがいにも気づいていくんです。宮下夏さんの繊細で美しい文章と相まって、読んでいるうちに心が穏やかになっていきました。どうしても才能や成果、見えるお仕事というのに注目してしまいがちなんですが、この作品は裏方のお仕事であっても、華やかではなくても、小さな町のお仕事であっても、そこにはコツコツと積み上げてきた素晴らしい技術もあって、喜びや達成感も同じようにあるというのを教えてくれます。音楽やピアノが好きな方はもちろんなんですが、自分には才能がないかもと少し自信を失いかけている人にもぜひ読んでほしい一冊です。6冊目は寺地春菜さんのガラスの海を渡る船。こちらの作品も水を縫うに続き、寺地さんの作品の中でも好きな作品となりました。物語の主人公は大阪で小さなガラス工房を営む兄弟、兄のみちと妹のういこ。二人は祖父からの工房を受け継ぐも正反対の性格である二人は互いに苦手意識を抱いていて、衝突が絶えない日々。そんな二人のもとにある日、ガラスで骨壺を作ってほしいという依頼が舞い込みます。相入れない兄弟二人が過ごした10年間を描いた長編小説です。兄のみちは幼い頃から落ち着きがなくて、コミュニケーションが苦手で、みんなに協調したり、他人の気持ちに共感したりすることができなかったんです。だけど母から見ても他の人から見ても特別な何かを持っている兄。妹のういこはみちとは対照的にコミュニケーションが得意で何事もそつなくこなせるけど、突出した何かというのがなくて自分の個性を見つけられずにいるんです。この特別な何かを持っているとか、特別な存在でありたいという気持ちや、飛び抜けた才能が欲しいという気持ちは一度は抱いたことがあるし、自分には何にもなくて何をやっても誰かに劣る、そんな自分が嫌だと悩んでいた経験が私にもありますね。この本を読んでいて、妹であり同じような気持ちを抱いていたういこにとても共感しました。この兄弟のやりとりは本当にリアルで、近くにいるからこそ伝えられない思いや、時に痛々しいほどに正直な思いであったり、小さな誤解やすれ違いも丁寧に描かれています。そして特別って何だろうという問いに答えてくれる作品です。またガラスの骨壺という作品を通じて、自分や大切な人とじっくりと向き合うことの大切さにも気づかせてくれます。作中にある言葉で、
前を向かなければならないと言われても前を向けないというのなら、それはまだ前を向く時ではないですという言葉があって、とても印象に残っています。前を向いてと声をかけられたり、自分でも前を向かなきゃって思ってしまうんですよね。でもそれには時間が必要で、無理にその時間に背を向ける必要はなくて、自分が歩んできた一歩一歩や大切な人との思い出にゆっくり向き合ってからでいいんだと思わせてくれるんです。読み終えた後に家族や大切な人、自分と優しく向き合いたくなるような温かな余韻に満たされる作品でした。兄弟や家族の物語が好きな人や自分らしさに悩んでいる人におすすめしたい作品です。7冊目はミハエル・エンデさんのモモ。この作品は1973年にドイツで出版されて、40以上の言語に翻訳され、世界中で累計1000万部以上売れている大ベストセラー作品です。日本でも長く読み継がれている名作の一つですね。物語の主人公は、どこからともなく街に現れたちょっと不思議な女の子、モモ。モモは素朴で純粋で聞くことが得意な女の子なんです。彼女の周りにはいつも大勢の人が集まり、街には笑顔があふれています。ところがある日、この平和な街に灰色の服を着た時間泥棒たちが現れます。街は忙しさに追われ、人々の心はどんどんすさんでいきました。そんな中、モモは大切な仲間と共に人々から奪われた時間を取り戻すため立ち上がるという物語になっています。このモモという作品の見どころは、何といっても時間の本当の価値について深く考えさせられるというところにあります。ミハエル・エンデさんはこの作品を通じて時間を節約するという効率重視の現代社会への鋭い問いかけをしているのだなと思っています。奪われた時間を埋めるために1秒たりとも無駄にしないよう時間を切り詰め過ごす。仕事はもちろんできるし、その分お金も入ってくる。効率やスピードばかり追求するあまり、作り出すものは無駄を一切省いた画一的な全部同じものばかり。大人たちのそうやって働く姿は本当に幸せそうなのか、作り出したその時間とものは楽しいと感じられるのかと読み進める自分の中に疑問が湧き上がってくるんです。本当に大切なことを忘れてしまっていないか、豊かな時間って何だろうと私たちに問いかけてくる作品です。モモが示してくれるものは特別な能力や技術ではなくて、ただじっくり耳を傾けるというシンプルな行動なんですが、それこそが本当に豊かな人生を送るための鍵なのかもしれないなと思わされます。児童文学という子ども向けの物語としてもちろん素晴らしい冒険を描いた作品なんですが、大人になってから読むことでさらにその深い気づきを与えてくれる本だと感じています。もしかすると誰かにとっては無駄と思える時間かもしれないし、時には無駄にしたなと思う時間もあるかもしれないです。だけどその時間を自分は何に使いたいか、何に使いたかったのかと改めて考えさせられるんですね。毎日の忙しさに疲れたなという人にぜひゆっくりとした時間を少しだけでも取ってみて読んでほしい一冊です。
この作品がとても好きだったので、次はミハエル・エンデさんの果てしない物語も読みたいなと思っています。私にとっては読書の時間も大切な時間なので、ゆっくり時間を使いたいなと思います。今回は読んだ本を7冊紹介しました。今回紹介した作品は自分を見つめ直してみたり、楽しくなったり、自分に自信を持とうと思わせてくれる作品たちです。ぜひ気になった方は手に取ってみてください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今週も素敵な読書時間をお過ごしください。